ちょっと想像してみてほしいんです。たった一滴の血液から、あなたが20年後にアルツハイマー病を発症するかどうかがわかる。ほぼ 100% の精度で。ですよね。そうなんです。しかも費用はたったの$200。あなたはその検査を受けますか？記憶を失い始める20年も前に自分の未来を知りたいと思うでしょうか？いやー、非常に重い問いですよね。多くの人は、治せない病気の未来を知っても、ただ不安になるだけだって考えるんじゃないでしょうか。確かにそう思いますよね。でも今日、2026年3月24日も、この徹底解説を聞き終える頃には、その未来を知ることへの恐怖が全く別の感情に変わっているはずです。そうですね。今日深掘りしていくデータは本当に希望に満ちていますから。はい。学ぶことを愛するあなたに向けて、今回のセッションでは、エリク・トポル博士の著書、スーパーエイジャーズ、そして彼のニュースレター、グラウンドトゥルースの膨大なデータを紐解いていきます。トポル博士は心臓病専門医であり、スクリプス研究所の創設者でもありますね。ええ。今日のミッションは、単なる、よく寝て野菜を食べましょう、みたいな使い古された健康アドバイスではありません。全く違います。最新の AI、プロテオミクスというタンパク質解析、そして環境要因を組み合わせたライフスタイルプラスという完全に新しい概念です。このライフスタイルプラスで、私たちがどうやって細胞レベルで健康寿命を最大化できるかという話ですよね。で、先ほどの$200の血液検査の話に戻るんですが。はい、ソーマロジックなどの最新技術ですね。そうそう、わずか2マイクロリットルの血液から、なんと1万1000種類ものタンパク質を測定できるようになったと。これって具体的に何がわかるんですか？単に量を数えているわけじゃないんですよ。AI がその1万1000種類のタンパク質のシグネチャー、つまり特徴的なパターンを読み解くんです。パターンを読む。なるほど。はい。それで、臓器の老化時計というものが割り出せます。カレンダーの年齢は50歳でも、血液データを見ると、あなたの心臓は40歳ですが、腎臓は60歳相当ですよ、みたいな感じで。へえ。特定の臓器だけが異常に老けているハイパーエイジャーを見つけ出せるわけですね。車のチェックランプを待つんじゃなくて？ボンネットを開いて、1万1000個の部品の摩耗具合を AI が完璧に把握するようなものです。まさにそれです。そこで冒頭のアルツハイマー病の予測マーカー p タウ217が出てくるわけですが、やっぱ疑問なんですよ。なんでしょ20年前にあなたの脳の部品は将来確実に壊れますよって宣告されても絶望するだけじゃないですか。知ることに何の意味があるのかなと。そこがまさに予防医学の最大のパラダイムシフトなんです。この p タウ217の数値は変えられない運命の刻印じゃありません。極めてダイナミックな数値なんです。ダイナミックってことは動く？つまり下げられるってことですか？その通りです。運動や食生活といったライフスタイルの介入で物理的に数値を下げられます。不治の病がマーカーを監視することで回避可能な病気に変わったんですよ。それはすごい。数値が下がるのを自分で確認できるならものすごい希望になりますね。じゃあ体を細胞レベルで修復する具体的な介入を見ていきましょうか。はい。まずは最強の薬である運動ですね。NIH アメリカ国立衛生研究所のモトラパックという巨大プロジェクトのデータがありましたよね。あれかなり驚きでした。そうですね。モトラパックは運動が分子レベルで人体に何を引き起こすのかをかつてない規模でマッピングした研究です。ラットと人間で全ての臓器の分子の変化を追跡しました。そこでのスタンフォード大学のユアン・アシュリ博士の言葉が衝撃で、1分の高強度運動が7分から8分の寿命延長をもたらすと。費用対効果がとんでもないですよね。さらにダンスやジョギングの抗うつ効果が SSRI などの一般的な処方薬を凌駕するほどのデータを出している。でもちょっと待ってください。はい。運動って要するに筋肉を破壊して心拍数を上げる身体へのストレスですよね。なぜ身体を痛めつけるようなことが寿命を延ばす修復につながるんですか？非常に良いポイントです。その鍵となるのがホルミシスという病理学的メカニズムなんですよ。ホルミシスですか？細胞に適度なストレスを与えると、それに耐えようとして普段はオフになっている防御システムが起動するんです。防御システム。はい。運動で体温が上がり、筋肉に微小な損傷ができると、細胞内で熱ジョックタンパク質という分子が大量に作られます。熱ショッ
タンパク質、なんか競争な名前ですね。これが細胞内の優秀なメカニックなんです。運動のストレスに出動して、細胞内に転がっている異常な形になったタンパク質を見つけては修復したり、ゴミとして処理したりします。ああ、なるほど。しかも、アルツハイマー病の原因になるアミロイド β もこの異常なタンパク質の一種なんですよ。ということは、運動というぼやを起こすことで、細胞内に優秀な消防隊と大工を呼び寄せる仕組みなんですね。まさにその通りです。さらに、モトラ PTA の研究では、筋肉や心臓だけでなく、小腸のような予想外の臓器の免疫システムまで強化されることが分かりました。これが運動ががん予防にも直結する理由です。有酸素運動だけじゃなくて、握力、つまり何かを潰す、支える力の低下が死亡率と相関しているデータもありましたよね。デクサスキャンで筋肉量を測るのも推奨されていて。筋肉はそういうメカニックを呼び寄せるためのインフラですからね。ちなみに、運動の効果や脂肪組織の反応には、男女で明確な違いがあることも分子レベルで判明しています。なるほど。学域的なトレーニングじゃなく、性別や状態に合わせた運動が必要なと。さて、身体を動かすためのエンジンについては分かりました。次は燃料、つまり食事です。食べれば全員痩せるみたいなワンサイズで全員に合う服を売ってましたけど、イスラエルのワイツマン研究所のデータを見ると完全に否定されてます。はい、800人の食後の血糖値スパイクを持続血糖測定器 CGM で機械学習分析した研究ですね。あれ、結果が衝撃でした。血糖値の反応って遺伝子とか炭水化物の量で決まると思ってたんですけど、実は最大の決定要因は遺伝子ではなく腸内細菌層マイクロバイオームだったんです。つまり私とあなたが全く同じバナナを食べても、私のお腹のバクテリアの起源次第で私だけ血糖値が爆上がりする可能性ってことですよね。まさにそういうことです。AI と腸内細菌のデータを掛け合わせて完全オーダーメイドの食事を見つけなきゃいけない時代になりました。そこで気になったのが赤身肉、特に加工肉のリスクです。1日 0.25 食以上の加工肉で認知症リスクが 13% 増加するんですよね。はい、これも重要なデータです。でもお肉って胃と腸で消化されるじゃないですか。アルツハイマーは脳の病気ですよね。どうやってハンバーガーが物理的な壁を越えて脳を低下させるんですか？胃に入った肉が直接脳に届くわけではありません。ここで TMAO という物質が登場します。 TMAO ですか？はい。特定の腸内細菌が赤身肉を分解すると副産物としてある化学物質を出し、それが肝臓で TMAO に変換されます。その TMAO が脳に悪さをするんですか？TMAO は血流を流れる液状の紙やすりだと想像してみてください。液状の紙やすり、それは痛そうですね。血管の内壁を物理的に傷つけていくんです。その傷を修復しようとコレステロールが集まり、動脈硬化のプラークができます。なるほど。それが脳への微細な血流を阻害し、脳内で慢性的な炎症を起こして認知機能の低下につながるんです。私の腸内バクテリアがお肉をヤスリに変換しちゃうから危険なんだ。逆にナッツや豆類などの植物由来の食事だと、腸内細菌は短鎖脂肪酸という全く別の物質を生み出します。これはヤスリの真逆で、血管を保護し、全身の炎症を強力に抑え込みます。だったら AI を使って自分の腸内細菌の好みを把握して植物性の食品に置き換えていけばリスクは完全に相殺できるわけですね。そうなんです。個人のマイクロバイオームのシグネチャーを変えることで、生物学的な経路そのものを書き換えられます。すごい地雷だ。でも完璧なオーダーメイドの燃料を入れて運動してメカニックを呼んでも生きている限り細胞には必ず代謝のゴミがたまりますよね。それを片付ける唯一の方法が毎晩私たちが無意識に行っている睡眠です。ここでも驚きのメカニズムがありました。
グリンパティック系と呼ばれる脳の洗浄システム。日中、脳細胞は活発に働き、先ほどのアミロイド β などの有毒なタンパク質を出しています。でも、起きている間は情報処理で忙しくて、掃除の余裕がないんです。だから寝ている時に掃除するんですね。はい。ノンレム睡眠、つまり深い睡眠に入った時だけ、このグリンパテック系がオンになります。この物理的なメカニズムが本当に面白くて、脳細胞が文字通り縮むんですよね。その通りです。深い睡眠中、脳の細胞が物理的に約 60% も収縮して隙間ができます。そこに脳脊髄液が勢いよく流れ込んで、有毒タンパク質を洗い流すんです。60% も、まさに脳の食洗機ですね。細胞を縮ませて水流でゴミを押し流す。でも最適な睡眠時間は7時間で、多すぎても少なすぎてもダメなんですよね。非線形の関係にあります。ここで私が一番ショックだったデータがあるんです。世の中、不眠で悩んで睡眠薬を飲んでる人ってたくさんいますよね。アンビエンなどの一般的な睡眠薬のデータ、あれはどういうことですか？残念ながら、最新のデータは非常に厳しい現実を突きつけています。アンビエンのような一般的な睡眠薬は、脳を強制的に鎮静させますが、同時にノルエピネフリンのポンプ機能を抑制してしまうんです。ノルエピネフリンのポンプ。実は、これが低下しないと、グリンパティック系は正常に機能しません。ちょっと待ってください。ってことは、睡眠薬を飲んで8時間ぐっすり眠れたと思っていても、実は洗浄機もコンセントを抜いたまま寝ているような状態ってことですか？恐ろしいことですが、その通りです。意識を失っているだけで洗浄システムは稼働していません。ゴミはそのままです。全く洗い流されていない。そしてここからが本当の恐怖で、有毒タンパク質が蓄積すると、脳の睡眠中枢にダメージを与え、自然な深い睡眠をさらに妨げます。眠れないからまた薬に頼る。するとさらに毒素がたまる。この双方向の悪循環ループに陥ってしまいます。自然な睡眠こそが神経変性疾患を防ぐ究極のフィルターなんです。うわー、これは聞いているあなたもドキッとしたかもしれません。さてここまでで私たちは AI で食事を最適化し、運動でメカニックを呼び出し、7時間の睡眠で脳を洗浄する方法を学びました。うちの世界をコントロールする術ですね。はい。これで無敵だと言いたいところですが、現実はそう甘くない。ライフスタイルプラスのプラスの部分。外部から勝手に侵入してくる見えない侵略者について話さなきゃいけません。はい。環境要因。特にマイクロプラスチックですね。この被害の証拠はもはや無視できないレベルだと。最新の研究だと、頸動脈のプラークからマイクロプラスチックが発見された患者は、リスクがとんでもないことになってましたよね。心臓発作、脳卒中、死亡のリスクが 4.5 倍にも跳ね上がることが確認されました。4.5 倍？もしあなたが今、プラスチックのボトルから水を飲んでいるなら、少し想像してみてください。目に見えないナノプラスチックが血中に乗って、脳の血管に到達。本当に恐ろしいデータで、最新の研究では、脳内のプラスチック濃度が肝臓や腎臓の7倍から30倍も高く、認知症患者の脳では、さらにその2倍から10倍も高いことが判明しています。なんで肝臓じゃなくて脳に集中するんですか？プラスチックが物理的に脳の血管に詰まるってことですか？プラスチックの破片が脳に到達すると、脳の免疫細胞であるマクロファージがそれを外敵とみなして食べようとするんです。細菌やウイルスみたいにですか？はい。でも、プラスチックは消化できません。すると、マクロファージは消化できない異常事態だとパニックを起こし、仲間を呼んで局所的な炎症反応を延々と引き起こし続けます。血管の中で終わりのないパニックが起きている状態ですね。マウスの実験では、この慢性的な炎症が血液脳関門というバリアを破壊し、さらなるプラスチックや毒素の侵入を許して、血栓を引き起こすことまで確認されています。完全な因果関係の証明はまだとはいえ、毒性を示す証拠としては圧倒的ですね。まさにその通りです。一方で、プラスチックのような物理的な毒素だけでなく、社会そのものが生み出している見えない毒素もあります。これが今日の最後のトピックです。はい。驚くべきことに、それは孤独です。孤独ってただの心理的な問題だと思いがちですが、細胞レベルで見ると物理的毒素なんですよね。社会的孤立は全死亡リスクを 32%、
心血管疾患による死亡リスクを 34% も増加させます。34%？ それって喫煙や糖尿病と完全に同等のリスクじゃないですか。はい。孤独を感じると、脳はそれを生存への脅威と認識して、ストレスホルモンであるコルチゾールを慢性的に分泌続けます。これが全身に炎症を起こし、血管を傷つけるんです。フードデザート、健康的な食品が手に入らない地域に住んでいることや、社会経済的地位なんかも寿命を劇的に左右するんですよね。ええ。こういった社会的決定要因の重要性こそが、ライフスタイルプラスの真意なんです。つまり、寿命を延ばしたくて、ジムで追い込んだり、サラダを食べたりするのと同じくらい、週末に友人に会いに行って笑い合うことが、科学的に強力な医療介入だということですね。その通りです。心と体は分子レベルで直結しています。初期の研究ですが、GPT-3 のような生成 AI が、孤独感を持つ学生の対人関係の補助として機能し、ストレスホルモンを下げる可能性すら示唆されています。AI が孤独を癒す薬になるかもしれないと。さて、今日私たちが潜った深海から一度水面に戻りましょう。健康寿命を延ばす鍵はただ我慢して生きることではありませんでした。ねえ。最新のプロテオミクスで老化時計を把握し、AI で完全オーダーメイドの食事を見つける。運動というストレスでメカニックを呼び覚まし、薬に頼らない睡眠で脳の食洗機を回す。そしてプラスチックや孤独といった毒素を排除していく。運命は遺伝子だけで決まるわけじゃありません。日々の選択と環境の相互作用で、細胞は常にダイナミックに書き換えられているんです。そうですね。では最後に、今日の膨大なデータを踏まえた上で、聞いているあなたに一つ強発的な思考実験を投げかけたいと思います。はい。今日、AI が最適な食事を教え、さらに孤独を癒す話し相手になりうるというデータがありました。一方で、私たちが便利さのために作ったプラスチックは物理的に脳のバリアを破壊している。人類が生み出したテクノロジーの恩恵と破壊の究極のコントラストですね。もしかすると私たちって自分たちがばらまいた物理的な毒素から生き延びるために自分たちが作った AI と完全に共生しなければならない歴史上最初の世代になるんじゃないでしょうか。なるほど。AI が人間の進歩と破壊のバランスを取る生命維持装置になるかもしれないと。テクノロジーの毒をテクノロジーの解毒剤で中和する時代。あなたはどう思いますか？非常に示唆に富んだ少し恐ろしい未来像ですね。次回の散歩の時、あるいは今夜、脳の食洗機を回すためにベッドに入る前に、ご自身のライフスタイルプラスと、このテクノロジーの二陸な関係について、ぜひ少し考えてみてください。